おはようございます。たかしです。本日は10月25日金曜日、ただいま8時22分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきます。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からです。昨日の日足は少し小さめの陰線ですね。その前の日が比較的大きめの陽線で、昨日は控えめの陰線。そして現在は上昇トレンド中だということは言っておりました。ここで一旦上昇、そして下落、そして上昇。今ここからの次の下落のタイミングを待っているところ。ただ、基本的には今じりじりと上昇してきておりますので、この流れに沿っていくという考え方ですね。現在はこの白丸のこの高値安値という緑の水平線が引いてますが、この中でのレンジ、この中での揉み合い、ここをどちらに抜けるのか、上に抜けるのか、下に抜けるのかっていうところを見ている最中です。ストキャスティクスは高値圏にありますので、基本は上値が重くなりそうな、そんな試合にはあります。では4時間足です。4時間足は黄色のボックスを描いてまして、それを上抜けたので、次のボックスの中での揉み合いだったんですが、結局一昨日はそこを上抜けて、その中にまた昨日は戻されてきましたね。ですので、基本はこの黄色のボックスの上限下限、このあたりでの揉み合いと考えておきたいです。価格で言うと 197.5 から 195.8 付近の間っていうところでしょうか。ただ基本は GMMA の青日上向きですので、下がったところから買っていく、こういう押し目買いですね。それをイメージしておくといいと思います。と考えると昨日のこの下落、ちょうど GMMA の青日付近まで今下落してきてますよね。ですのでそろそろこのあたりで反発をしてくるかもっていうところは考えておくといいと思います。もちろんこれ下抜けると次下の黄色のボックスの中に入っていくかもしれませんので、その辺の動きも注目ですね。では1時間足です。1時間足は方向感なく動いていてかなりわかりにくいですね。昨日は下落、上昇、また下落、上昇というのを激しく繰り返している最中ですので、かなりわかりにくい動きをしておりますので、こういうところではトレードしない方がいいですね。ただ、基本的には先ほど言った黄色のボックスとかが意識されておりますので、ボックスの上限とか下限に来ると、そこからの反発が考えられます。そして、昨日もお話ししていたかと思いますが、この赤い水平線ですね。このあたりも意識されてますので、本日もこの赤い水平線、黄色のラインを意識しておくといいと思いますので、そのあたりまで上がってくればそこからの反発。もちろん、下がってくればそこからの反発っていうところが考えられますので、その辺を見ておくと分かりやすいんじゃないでしょうか。この辺の水平線何本かありますが、その辺を意識しておいて、そこに到達すればそこから反発。そこを上抜ければ、例えば黄色のボックスこれ上抜けると次の水平線まで、直近の高値までですね。そういう動きをイメージしておくと、トレードの方向性とかトレードのタイミングが分かりやすくなってくると思います。なので、このあたりですね、この水平線付近に本日はアラートを仕掛けておいて、通知が届けばそこでエントリーを検討するっていう、そういう考え方を持っておくと、チャートに貼り付かなくて済みますので、いいと思います。トレーディングビューでは簡単にアラート設定できますので、もしよければ、まだ使いやすいチャートを探しておられる方はトレーディングビューぜひご利用ください。概要欄に URL を貼っておきます。登録は無料です。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも昨日は下落でしたね。一昨日の上昇に対して半分ぐらいは下落してきております。比較的下落の勢いが強いなという印象です。ストキャスティクスも高値圏ですので、ここからストキャスティクスダラダラと下げていくのであれば、当然 GMMA の青帯ぐらいまでこういう風に下がってくると考えられますので、その辺の動きは警戒です。ただ基本的に今ずっとこういう上昇トレンドを作っておりますので、この流れに乗っていく。昨日の下落は一昨日の上昇に対する一旦の下げと考えておきたいので、ここからまだ本日上昇していけるのかどうかというところですね。現在は152円というこの節目結構強く意識されておりますので、このあたりを明確に上抜けられるのか上抜けられないのかで大きく下落するのか、それともここから再び大きく上昇していけるのかっていうのが変わってきそうな、そんなポイントには来ております。では4時間足です。4時間足はまだもうちょっと下落しそうなんですね。GMMA の青帯は上向きですけれども、過去の動きを見ていると GMMA
GMMA の青帯付近から上昇。ここは青帯に接触して上昇。ここも青帯に接触して上昇。そう考えると本日もう少し下落してきて、青帯に接触。このあたりで接触してきて、そこからの上昇っていうところが考えられますので、こんな動きのイメージを持っておくといいかもしれません。昨日の動き、じりじりと分かりにくい動きをしておりましたよね。そして今日も金曜日ですので、その動きは継続する可能性がありますので、もうちょっとじりじりと分かりにくい下落をしてきて、そこからの上昇になるのかどうかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスは安値圏にありますので、GMMA に接触する手前、現在地付近で、ここで今揉み合ってますが、ここから上昇していく可能性もありますので、まずは本日反発をしてこれるのかどうか、それともそのまま下落していくのかどうかっていうところを見ておきたいですね。基本的には上昇トレンドだと言いましたので、GMMA の青帯付近からの反発をイメージしておいてください。ただここ下抜けてくると結構大きく下落すると思いますので、そこご注意ください。まずは GMMA で反発するか、それとも下抜けるかっていうところに本日は注目です。では、1時間足です。1時間足は比較的分かりやすい動きをしていると思います。直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを当てておきました。その 38.2%、現在そのあたりで下げ止まってますね。ここから上昇していけるのかどうかに本日は注目です。もしこのまま下落してきた場合は 50% とか 61.8% 付近が意識されてくると思いますので、深く下がってくれば150円のミドルぐらい、そして 50% まで下がってくると151円の前半ぐらいまでの下落が考えられます。現在は152円付近で上がったり下がったりっていうのをしてますが、ちょっと152円上値が重くなってきてますよね。このあたり。もうちょっと上ですね。ここの辺ですね。ですので、ちょっと昨日は一度152円を下抜けてから上値が重くなってきてますので、現在ダブルボトムみたいな状態になってますが、今ここダブルボトムみたいな状態になってますよね。ここから上昇していけるのか、それともこの152円っていうところが上値重く上昇しても再び下落していくのかっていうところを見ておきたいです。インジケーターはちょっと方向感がないので分かりにくいですね。ただ下落してきても4時間足のストキャスティクス安値圏にありますので、反発のタイミングは近いと思っておいてください。なので下落方向にトレードする場合はその辺注意が必要ですね。基本的に今上昇トレンド中です。1時間足がちょっと形は崩してきてますが、基本的には今上昇トレンド中ですので、下がったところは買われやすいと思っておくのと、あと下落方向へのトレードは慎重にしておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。